ミンチカツも10代の頃、大阪の実家のお店でよく作ってあげていた懐かしいレシピです。メンチカツとも呼ばれ、これもヨーロッパから影響を受けた日本生まれの洋食。起源は明治時代、東京浅草の洋食店煉瓦亭のミンストミートカトレツだという説と、昭和初期に神戸の三ツ輪屋精肉店が命名して売り出した説など、元祖争いがあるようです。はい、今日はクッキングノートの150ページミンチカツレツを作っていきたいと思います。玉ねぎをみじん切りします。今日レシピの4倍使いますね。たくさん作り置きしておきます。冷凍庫に保存すれば持ちますので、ゆで卵1個作っておきます。お湯が沸いてきました。はい、ここに合いびきミンチですので、豚のミンチで牛ミンチ合わせて1キロ入れていきます。でパン粉、卵、醤油、みりん、ナツメグ、胡椒、塩、混ぜます。これで4倍ですから24個分のミンチカツができるので、余ったのは冷凍庫に保存して食べたい時に油で揚げて食べます。作り置きができるので便利ですね。団子を作っておきます。大きさ適当で。団子に丸めて小麦粉にまぶしておきます。溶き卵を作ります。よく混ぜてください。一回小麦粉しっかりつけて、でミンチカツ作っていきます。卵をくぐらせて、この上にふわっと置いて、上から圧力かけます。
はい、こんな感じでミンチカツですね。はい、それではミンチカツ揚げていきます。日本各地でご当地名物として町おこしに利用されていますが、料理の起源説というのは技術よりもそれぞれがプライドを持って美味しく提供できればそれで良いのでしょう。南米各国の美味しいミラネッサも語源はミラノのカツという意味で、ミラノはイタリアですから名称の起源はイタリアですね。元祖はイタリアであったとしても、それぞれの国で長い歴史、作られ食べられ、さらに美味しく進歩したのであれば、ご当地名物として残って良いではないでしょうか。起源説なんて調べても遡っていけばキリがなく、争うことはないかと思います。互いの食文化を尊重しつつ、美味しいものを作って食べましょう。日本ではご飯のおかずとして食べることが多いですが、このままこれだけ手づかみで食べても良いですし、サンドイッチやハンバーガーに挟んで食べても美味しいでしょう。通常はウスターソースをかけることが多いですが、お好みでからしをつけたり、とんかつソースや醤油などをかけても美味しいでしょう。はい、揚げます。はい、お皿にレタスを敷いて、キャベツの千切りを置いて、きゅうりとりんご、卵、付け添えを置いて、ミンチカツを並べて、自家製とんかつソースをかけて、こちらには即席のソース、オーロラソースで作ったとんかつソース、2種類のソース、ミンチカツレツの完成です。